デニッシュトースト。湯種を短大卒業して専門学校に行ってからなんで20年ぐらいは行ってると思う。初めパティシエになりたくて専門学校に行って就職したんですけど、ちょっと断念してしまって厳しかって、お父さんがパン屋さんになったらって言われて、それでなったんです。ケーキの方がこう細かいじゃないですか。それよりこうパンの方が良かったみたいです。すいません。
てる時にちょっとずつ並べていくみたいな感じなんですけど。すいません。滋賀のさつまいもで紅はるか、季節によって変わるんですけど、
トースト。お店のはい。ケケっていうあ、はい。由来って何ですか？ケケはケイクドケイコっていうお菓子があそこに焼き菓子があるんですけど、このお菓子です。初めて自分でこうレシピを起こして考えたお菓子なんで、ちょっと思い入れがあるからお店の名前に、うちの名前がケイコっていうんですけど、パウンドケーキの略称でケイクドケイコのケケですこれは全粒粉のバケットです。自家製粉の。クリームパンなんですけど、まあギリギリ
ラブレット。これはフォカッチャの生地伸ばしてます。ちょっと酸味のある生クリームです。ほんまに。あ、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。入れる。これはベシャメルです。自家製のベーコンです。とろっと落ちる感じ。これがケークドケーコです。
タルトフランベです。これと、バケット1本と、はい。リース、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません。ありがとうございます。ああ、はい、ありがとうございます。では、ゆどね食パン1本で本日の夕タルトフランベ。はい。大麦のベーグルの生地なんですこれ。さつまいもとつぶあんが2層になってるパンです。さつまいも嫌いです。いや、説教。それで今度日曜日ね、はい。昨日は半分と、昨日半分。これはい、 2個にしよこれ2個とう。2個でいい2わ。個と昨日2分の1。はい。はい。はい、ありがとうございます。1600円でございます。ありがとう。はい、ありがとうございます。家も近いし、事務所も近い。これができてからはだいたいここで朝とたまに昼ね。僕は今日はライ麦パン買ったんだけど、まあ年だから健康も兼ねてね、ライ麦とか全粒粉とかと麦とかね、そういうのが多いから。お願いします。そうなんですね。お願いします。 40。はい。あんこと。さつまいも。まだ2個ちょうだい。どれっていつも探してはるから合うのなんか。ありがとうございます。ありがとうございます。タルトフランベ1つ。はい。引き立てが美味しいから甘みも強いし香りも強いし美味しい美味しい美味しいと思います。6個ありがとうございます。ありがとうございます。
プロンプロンしますよ。いらっしゃいませ。うわ、マジで。完全にフレーバーしてこの日にそんなことあります？僕は季節いらっしがゃいませ。ね。人柄ってパンに現れると思います。ありがとうございました。湯種食パンですね。五穀のキッシン。北海道産のポテトとコーンになってますね。で、これが五穀の食パンですね。で、これが玉ねぎの生地の中にフレッシュの淡路の玉ねぎ練り込んでそのまま焼いちゃうんですよ。じゃあ焼いてるうちにめっちゃ玉ねぎ甘くなって淡路の玉ねぎやからこそできるやつですね。一応このハムも大山ハムっていう肉々しいハム使ってますね。一応子供が食べやすいように結構甘めに作っとって2種類のカレーをブレンドした感じですね。じゃがいものフレークみたいな
上げる場所がないんで、上げてる風ですかね。これ全粒粉、ここの全粒粉なんですけど、一回水で戻してあげるとすごい香りいいします。ライ麦これが一番人気の湯種食パンなんですけど、結構柔らかくてよくこうやって出すじゃないですか。この出し方したら網の型いっても全部ボツになっちゃうんですよね。いや普通にしとってもめっちゃポロンポロンするんですよ。結構揺れるんですよ、めっちゃ変なんですよ。真四角を保てないので横側にずれてくるんですよ。こうやってちょっと横にポワーンってなったりとか、基本的にうちの粉全部弱めで膨らまないんですよ、あんまり綺麗に。ちょっとだけ回す量を増やしたら、グルテンの量は多くなっちゃうんですけど、形保てるようになったんで、回す量が伸びた感じですね。湯種と違ってこれはめっちゃ簡単に出せるんでありがたいですよね。これ全粒粉ローですね。朝一にお水入れてあげた全粒粉。これ自家製のピロシキです。
オレンジで中にオレンジピールを練り込んで作ってる湯種と同じ生地ですね。食べた時ですね、もちっていう食感がします。だから何種類ぐらい生地作られるんですか？種類だけで言ったら5ですね。そこからいろいろ派生してったら7、8ぐらいですかね。これは青柳あんパンのあんこです。芦屋で発泡料理屋さんをしてる人がいるんですけど、その人に特注で作ってもらってるあんこになりますね。多分こんぐらいで全然違いますね。違うでしょ。めちゃくちゃ食べやすいんですよ、こっちのあんこが。わ、めっちゃさっぱりしてますね。でしょ。であんまり量も仕込めないんで数量限定として作ってますね。じゃあこれ前日に分割だけしてるメロンパンの生地です。いや、多分潰れてるかもしれないですね。うわ、マジで完全に潰れますね。これは4点だと思ってます。電源入れときは入れたら漏電して壊れるから。この日にそんなことありますね。申し訳ございません。オープンして1年半、こんなこと初めてです。いてくれてよかったです。2人やったら最悪の空気。ちょっと考えた方がいいな。今止めてんねんな、水道。大丈夫。いつも蒸気入れとう場所は代わりに水切りです。
ハニーチーズで焼いた後に上から岩塩と蜂蜜を。この蜂蜜とありがとう。メロンパン表面乾燥させた方が綺麗にふわっと膨らむんで割れにくいですね。気持ちいい。食べてもらっていいですか？よかったらありがとうございます。形悪いやつですいえ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 。湯種の生地使ってるんで、うちのメロンパンはすごいもっちりふっくらしてて、メロンパンが苦手な人でも買って帰ってくれますね。ここのメロンパンだけは食べれるって言って。で次フランスパン入るんで、しっかり拭いてあげるみたいな感じです。リンゴ、仕込みながらするな。オレンジ、紅茶、香りのバラ。なんで？明太か。あ、はい、もう一回。多分結構珍しいんですけど、うちの中力を使ってるんがこれうどん粉なんですよ。やっぱ他の普通の中力に比べたら結構すごいいい食感に変わってくれるんで。
こんなんなんですよ。触ったらにまた取ってもらったら結構待ってない。そしたらさっきのべちゃべちゃのがこんな感じにもうしっかりトロトロっすけど。でこれはオレンジ分とこれが朝一の食パンになる感じですね。ホワイトチョコで紅茶パウダー。何やる？あ、説明。クリームの説明してあげたって。すみません。クリームはきび糖で作ってるんで溶けないんでめっちゃジャリジャリしてるんですよ。年配の方ジャリパンってを気に入って買ってくださいます。なんか初め滑らかな方がいいかなって、このミルククリームだけお砂糖変えるっていう話してたんですけど、やっぱりせっかくねきび糖を使ってるからこれもきび糖を使おうっていう。5コップなんですけど、普通の5コップって結構硬いじゃないですか。これ柔らかめに加工してくれてて、歯が悪くても全然食べれるっていう。なってくるんですよね、次。これはフレンチトーストですね。牛乳じゃなくて豆乳でつけてる豆乳のフレンチトーストです。そのパンチをちゃんといくいかへんで、特にその五穀食パンが上がり方が全然変わってくる。ちゃんとパンチせんかったりしたらもう次の日こうやって上がってこないです。あんな感じにもうぺたんこで全然やる気のないパンに変わります。手抜いたらすぐ五穀食パンに怒られるんですよ。お前手抜いたやろ言って。
めんどくさい彼女ってよく言ってるもん。いやほんまにねえ、いや彼女やでもほんまに面倒くさい彼女そうだから粉とかのその日によって温度が変わるじゃないですか。その粉の温度が変わった時にも次水の温度も変えんとあかんし大変なんですよね。まあでもそれが面白いんですけどね。僕が別にするわけじゃなくて僕だからそうやって言ってますけど、他の人からしたらちょっとちゃうわって思う人いるかもしれないですけど急に発狂してでこのバターが中に馴染んでってくれるんで、さっき切っちゃってます。スライムみたいでしょ。いい加減。しますね。一本手土産で持って帰ってもらってよし。クロワッサンをカリカリに焼いたおやつですクルンジっていうらしくて、おこげっていう意味のヌルンジっていう韓国語とクロワッサンをかけた造語みたいなでクルンジ。可愛らしいですねえ本当にちょうどいいおやつですね。そうなんですよ。
ざいます。いらっしゃいませ。5点で1300円失礼しました。ありがとうございます。ドア開けますね。すいません。よくご家族で来られるんですか？そうですね。あと散歩がてら来たりして。これ子供が好きなので、湯種パン。ちょっと初めて買ったんですけど、全粒粉のパン。あとエピ。これ美味しそうですね。これがすごいお気に入り。今から朝食で召しそうです。上がる。そうです。ありがとうございます。今からこれ何やられるんですか？今からピロシキ仕込みます。はい。いらっしゃいませ。こんにちは。もともとよく来てくださってて、で共通の趣味がお酒なんですけど、共通の趣味があってゆうくんこの間とトレでありがとう。じゃあ頑張って。頑張ります。ありがとうございます。また。失礼します。うち近所なんですけど、なんかパン屋さんできたよっていうので一回来て、ちょっとりほちゃんと意気投合して、もう今はお客さんとお店の人じゃなくってただの飲み友まで行ってます。おすすめは店主のりゅうくんの優しさが詰まったフレンチトーストです。通われる理由とかパン買いながらおしゃべりしたりとか、人柄ってパンに現れると思います。頑張っていつまでも買いに来るので続けてくださいっていうことです。山歩きはるんですよ。その後にお昼飲みするのが好きなんやけどねみたいな話から、おすすめのお店あるけどどうって言って、そこでお客さんつなげてくださったり、飲食店行ってお客さんと話したりとか、それが楽しくて息抜きです。休みの日大体炒まったら油がすごいいります。29歳でありがとうございます。湯種の6枚切りが1つと、吉岡様で、はい、ありがとうございます。結構きつめにとろみをつけます。
ポリポリふわふわありがとうございます。好きなパンはありますか？アンパン。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんにちは。すいません、こんにちは。ありがとうございます。お願いします。アンパンですね。5点で1274円です。ありがとうございます。ありがとうございます。一番最初はほんまに慣れてなくて1年半も試行錯誤しながらやったら綺麗にはある程度は綺麗にできて、この食パンは作りたいってずっと言ってたから、その甘みがあって甘みがあってもちもちしたもちもちしたお菓子みたいな食パンだから生でもそのまま食べれるような食パンをもともとは作りたくてで作ったのがゆだね食なんですね。私いつかは1本を出来たてでスプーンで作って食べたいね。ネット販売を最近始めて当日上がったパンを冷凍保存してクール便で送らせてもらっているのを最近始めたんですよ。仲介業者挟まず自分たちだけのスクみたいなやつではない。ウェブサイトから飛べるんでまたインスタグラムに。勧められたからかをぜひぜひ。いろいろねなんかまた合いそうですね、どこかで。ね。めっちゃ飲みに行きあるみたいな。またどこかであれば。じゃあ全然ありがとうありがとうございます。失礼しますありがとうございます。ありがとうありがとうございます。いろいろ試したいなと思ってでたくさん買ってお友達と分けますありがとうありがとうございます。
プレゼントしたせっかくやるんやったら地域の人に貢献したいなと思って、子育ての街って最近ずっと明石が言われてるんで、子供たちと一緒に成長できるようにできたらいいなと思って、パン屋さん自体が。だから将来の夢的に言ったら、子供が大きくなった時に俺はベーカリービューロを食べて大きくなったんぞって言われるのが夢だからそういうのを目標にここで作ることにしましたね、西明石で。だからこそ毎日食べるパンってなったら健康面を意識しないといけないんで、純強力をメインにしてグルテンを抑えて保存料とかそういうのは一切入れないようにして健康面を意識して作ったパンが今並んでるパンですね。神戸の方で修行された？あ、そうですそうですそうです。フロインドリーブっていうところで7年間で、その後別のパン屋さんに移って合計で10年ちょっとぐらいですかね。同じくフロインドリーブのキッチンがあるんですけど、夜中作ったパンをこっちでスライスしてそれをサンドイッチとかに加工するっていう、そこで働いてます。3年ぐらいかな。本当にパンに対してのこだわりっていうのは好きだから。そうそう、好きやからこそこういう風に美味しく食べてもらおうって考えれるし、せっかく食べてもらうんやったらこんな食パン食べたことないわって思われるようなやつを食べてほしいなと思って作り始めたってぐらいですね。ありがとうございました。製造も販売も全部してるんで、ワンオペなんでもうフルで全部フルで販売して作って販売してですね、長いですけど、まあ閉店までなんで6時まで6時まで、はい、早く売り切れた時はその時点で閉めますけど。ご機嫌だったので、ご機嫌ですか？ご機嫌。ちょっと嬉しいんちゃいますか？今日人がいっぱいいるみたいな。
朝ごはんを一緒に食べたいと思います。昨日のフランスパンなんですけど、いいですか？もちろん。食べましょう。とても香る。はい、熱々食べます。ありがとうございます。たった生ですけど。
そうですね。はい、ローズマリー。よいしょ。で終わりです。ふかふか具合がねめっちゃ可愛くて、クリームパンとかめっちゃふわふわなんで、こういう布団がないかしらとか思いますね。ちょっと冷まします。ピンチ。これそっとしとこう。
こなんで一応念のため。まあまあですけど。はいどうぞ召し上がれ。すごくないですかこの食べ方。めっちゃ幸せになると思いますねこの食べ方。分厚さが3等分。これでトーストして食べたら、喫茶店のモーニングよりちょっとゴージャスになるから。それこれで切っといて。そうなんですね。ちょっと私もしたいですみたいな感じになったんですけど。できることならしますね。パンとかでもあんなん作れるとか言われたら作ったりはしますね。あら売れへんかったからもうええわ。あります。それで、ドライトレモン、ココナッツと。よし、こんなもんかな。あとはもう回転ですね。おはようございます。いらっしゃいませ。200円のお返しになります。いつもありがとうございます。週3回。はい。週3回も来るんですか。はい、ありがとう。お待ちしてます。美味しいから食パンだけ買いに行く。うちの妻がここがええで言うて一緒に来たのがきっかけやな。愛想がええしパンも美味しいし、これからも頑張るよ言うといたって、美味しいパン作り頑張って言うて。ありがとう。メープルフランスもただいま焼きたてとなっております。フランスパンになるんですけど、中にメープルバターも塗って、上にも塗って、ジュバッとジューシー。じゃあそれをお一つありがとうございます。はい、どうもいつもありがとうございます。またお待ちしてます。お気をつけて。ありがとうございます。こういうのが好きなんです。クリームチーズですか。はい、結構買ってますよ。週に1回ぐらい。いつも美味しいパンをありがとうございます。
ちは。失礼します。この牛乳があれですか？はい土日限定のカスタードクリーム、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。またお待ちしてます。私パンをちょっとね買うわ。今巷で大流行りのニューヨークロールこれっていうやつで、これピスタチオ気になる。一応有田焼きやから。めっちゃ可愛い。だからそうですね。パンの真っ白の食パンとその色。めっちゃ可愛いんですよ。細かいのに。入れといてこっちにしよう。ありがとう。まだ朝やからみんな買いに来てよ。またランチ。言うてな。ありがとうね。またね。またね。きなこ待ってるから帰るわ。そこに。ありがとう。癖が強いでしょ。でもね、パンのこだわり強いから、美味しいパンしかない、作らないから。パン命だから。愛情はもうパンばか。そうなんですね。パンばっかりじゃなくてね、他にも目を向けて。おーい。じゃあね、パンばか。またね、ありがとう。パンの雑貨を見つけたら、買ってきてくれる。あそこの2匹の猫たち、友達が1周年の時にくれました。でこのカレンダーもそれも同じ友達なんですけど、この棚もその友達の旦那さんに作ってもらったんで、オーダーをして助けられてます。本当に感謝するっていうことを覚えましたね。普通じゃないんだなって、当たり前じゃないっていうのもすごい思います。はい、一つと各色で各色でこちらです。はい。一個クワッサンロールじゃどちらにします？ピスタチオ。はい。はい。これが美味しかったよこの間。これ。あ、そうですか。ありがとうございます。止まらない。ありがとうございます。はい。お願いします。では807円頂戴いたします。ありがとうございます。またお待ちしてます。また来週の金曜日に来ます。ぜひぜひお待ちしてます。はい、ありがとう。ありがとうございます。お気をつけて。今日はこの野菜パンとカレーパンですね。これが初めて見かけたのでこれを買いました。これハード系のパンは美味しそう。もう飛びつきました。このパンすごくおすすめです。もうね、お菓子感覚なんだけど甘くなくてサクサクしてて噛み応えもいいしいい感じだし、私ハード系のパンが好きで探してたんですよ。ネットで調べてここが出てきて見たらハード系が並んでるじゃないですか。いやー嬉しいって思って、それでもうそこから知ってから毎週新しいパンをまた次も期待しております。お客さんがいろいろなので、どちらにも合わせれるようにっていうことで、ハードばっかりじゃなくて柔らかいパンも作りつつっていう感じです。ハード系何かこだわったのを作りたかったのでパンパーニは作ってましたね。最初はでも全然売れなかったですね。何それみたいなですけど、好きな方も見つけて買われてまた買いに来たっていうのが多いですね。帽子もまた可愛いですね。あ、そうなんですよ。帽子はもうでも赤はかぶろうと思ったので、最後の際は赤だし、赤い字なんです。赤い帽子っていうのは結構印象残るみたいですね。それはありがとうございます。ベーカリークロイでございます。はい。こんにちは、いらっしゃいませ。これもいい、蜂蜜、レモン、くるみ。でも6月限定だからこっちにしよう。はい。このチーズフランスも美味しいんですよ。こちら。はい。それも美味しいです。はい。もうぜひ買ってください。そのなんかそれも記事に。いつもありがとうございます。楽しみで。こんにちは、いらっしゃいませ。
美味しいもんね。これクロワッサン？そうです。今流行りのうつうつのクロワッサン。あ、そう流行ってるの。初めて見た。これか。こっちも。なんかつけて食べたらいいんかな。もちもちしてます。そう本当。これ私初めてかもしれない。あ、本当ですか。うん。ありがとうございます。すみません。はい、お預かりします。ありがとうございます。ありがとう。またお待ちしてます。ありがとう。はい。お気をつけて。ベーグル。これ美味しい。食べ応えがしっかりしてるから。ちょっとハードパンで美味しいよね。お話ししやすくて優しいから来やすいよね。次も来ようかなって思うような感じの雰囲気がありますよね。お店の方がね。長くお店をやってもらえたらと思います。末永くよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとう。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、わかりました。すみません、ありがとうございます。あ、そう、ごめんなさい。ありがとうございます。やっぱり可愛いですね。自分の子供じゃないですけど、そんな感覚ですかね。特にこのお店しだしてからですけど、お客さんが美味しいとか、ここの食パンじゃないとあかんよなとか言われると、頑張りますみたいな。なんかちょっと嫌なことがあってもパン食べて、ちょっとで一瞬でもいいからね、それが忘れられたらいいですよね。照れるなよお前たち。
こ
これ見るこ美味しい。
これ全部ですか？全部です。で、これ、富さんのだけで。だけで。これで半分。これで半分。おはようございます。
アップルデニスアップルデニス1つ。一つ、はい、以上。はい、2点で570円です。ありがとうございます。ここはよく来られるんですか？いつも何を買うんですか？これとサンドイッチ。そうやね、ずっと高騰から。ああ、本当ですか。目玉焼きトースト、目玉焼きトーストが1つ。牛すじカレーパン、牛すじカレーパンが1つ。あんパン、あんパンが1つ。カレーウインナー、カレーウインナーが1つ。チョミザあん食と、はい。じゃあ抹茶あん食で。抹茶あん食が1つ。7点で2520円でございます。